こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は専門学校名古屋デザイナーアカデミーの生徒さんの作品です。3つの作品を添削していきます。最初の作品はこちらの作品ですね。はい、まずですね、この方は記号表現をとても分かっていて、非常にね、イラストを描き慣れているなっていう印象でした。記号表現って何って思った人もいるかもしれないので、解説するとですね、例えばものすごく分かりやすいところで言うと、このオッドアイも記号表現ですね。向かって右側は黄色、左側は赤色で、赤色の目の方がギランと光っている。こういう記号をキャラクターに入れることで、この男の子はただの男の子じゃなくて、何か特殊な能力を隠し持っているヤバいやつなんだよっていうことを表すことができます。それと違う記号で言うと、このギランと光った目に添えているこの手のポーズ、これも記号表現の一種です。こういうポーズはいわゆる中二病なんていう風に揶揄されるようにいつの間にかなったんですが、この手の意味しているのはもともとおそらく頭痛ですね。特殊な能力と引き換えにキャラクターが頭痛持ちであることが非常に多くて、頭がとかって言って頭に手を添える瞬間だと思います。このキャラの場合はね、目が特殊なので目がうずくみたいにそういう感じかもしれません。作者さんはそういう記号表現をきちっと抑えていて、表現に落とし込んでいるので、絵を見た人がこのキャラをどう思ったらいいのか、日本の漫画をよく知っている人は特に理解しやすい絵を描けていると思います。で、この絵のどこを添削していくかなんですが、ですね、ごめんなさい。僕の添削では結構珍しいんですが、ちゃぶ台をひっくり返しちゃいます。最初の段階はこうしちゃいました。はい。顔とかジャケットとかパーツはそのまま使っているんですが、ポーズから何から、あえて全部変えちゃいました。ごめんなさい。ですね、なんでこうしちゃったのかっていうと、これはね、あえてです。この方が非常に漫画表現の達者な人だから言うんですが、あえてね、厳しいこと言いますよ。記号に頼りすぎです。こういう記号を入れたらみんなはこう思うよね。だってお約束だもんね。でね、記号表現をものすごく理解しているがゆえにですね、本当は自分がこのキャラのどこをかっこいいと思っているのか、まるっきりですね、置き去りにしている感じがするんですよね。要するに作者が何を描きたいのか全然伝わってこなかったんですよね、この段階では。この絵に作者自身が全然感動していなさそうな感じって言えばわかるでしょうか。みんなこういうの好きだよね。みんなこう描いたらこう感じるよねっていうのを知っちゃっているだけに、その部分だけで描いちゃっている感じがします。なのであえて記号表現を取っ払って、このキャラはこういうポーズをさせたらかっこいいんじゃないかっていうポーズのかっこよさだけで描いてみることにしました。はい、じゃあこのポーズをどうやって考えたかっていうと、はい、毎度おなじみ自撮り写真ですね。この写真自体がかっこいいかどうかは問題じゃなくてですね、絵描きの武器は想像力ですから、この写真を撮りながら想像力をフル回転させて、ここに今描こうとしているキャラを脳内で重ねながらポーズを撮るんですよ。で、そうすると、これ絶対かっこよくなるじゃんっていうポーズが見つかってくるはずです。今回は手を組んだ時にこのね、手の筋張った感じと、その手に顔を預けているような感じがかっこよくなりそうだなと思ったので、このポーズにしました。そして、次の段階に進みますね。はい、ドン。はい、こんな変化です。こんな変化。基本となるポーズは決まったので、そこにシワとか陰影とかを追加して、もうちょっと細かく書き込んであげるイメージですね。はい、細かく書き込むっていうのは要するにどういうことかっていうと、クオリティを上げるっていうのももちろんあるんですが、重要なのはそこじゃありません。書き込むことで重要なのは、私ここがめっちゃかっこいいと思ってるのって声高に叫ぶイメージです。ちょっと分かりづらいと思うので、もうちょっと詳しく言うと、例えばこのね、変化を見ていただけると、この服のシワとかが増えてますよね。例えばね、この服のシワを書き込んだら、ほら細身の人が大きめなジャケットを着ていると、細かい縦じわがほらバーって縦に走るよね。マッチョな人が来てピチピチになっているのもいいと思うんだけど、私はあえてこんな風にブカブカになっているような感じがセクシーだと思うのっていうメッセージになりますし、手のね、この節くれだった感じとかは、
ほら見て、男の人はもうとにかく手のゴツゴツした感じがいいんじゃない。手がゴツゴツしていない男なんて男じゃないわよ。もうこの手で包み込まれたい、粗雑にガシガシって頭をなでくり回されたいみたいなね。ごめんなさいね、変に盛り上がっちゃって。そういうメッセージを含ませることができるんですよ、書き込みによって。多分ね、作者さんは照れ屋なんだと思います。照れ屋な人ってこういう自分のフェティシズムを絵に反映させると自分の好みがバレちゃう、やばいって危険を感じてしまうので、あえてねこう記号に逃げ込みがちなんですよね。いやいや、これはお約束にのっとって書いただけだから、私がかっこいいって思ったわけじゃないんだからね。で、記号に逃げ込んじゃって表現に対してちょっとこう逃げ腰になっちゃうんですよ。そういう人はそういう人の良さが発揮できる場所はあるんだと思うんですが、パッと見ね、絵だけを見るとどうしてもこう薄口の味気ない絵になってしまいがちです。自分が照れ屋だなって自覚がある人はこの部分気をつけてあげる必要があるかもしれません。はい。で、次の段階もですね、さらに書き込み量を増やすイメージですね。はい、こちらが最終段階です。ですね、ここでもあえて丁寧に整えるようなことはしませんでした。作品として仕上げていく場合にはもうちょっと処理を丁寧に整えていくことが必要だと思うんですが、作者さんは丁寧に整えることはもうすでにできると思うので、やってほしいのはそういう部分じゃないです。もうね、この差分を見るとわかると思うんですが、例えばこの目ですね。この目の下のクマの部分をもうちょっとこう本数を増やすとなんかやさぐれててかっこよくなるとか、この親指の関節部分、ここをバキッと尖らせるとなんかゴツゴツした感じが出てめっちゃいいとか、あとはこの髪の毛ですね。髪の毛もちょっとこう振り乱した方がなんかセクシーな感じになるみたいな感じで、もっとイラストに含まれる自分のこう業を深めていくような作業をしてほしいというか、己の野生を解き放っていくような感じ、そんな感じに進化させていってほしいです。どうしてもね、今言ったようなことって記号表現に慣れちゃっている人にとっては、私ってこういう人間ですって自己開示していくような感覚に近いので、やだ、恥ずかしい、バレたくないって思ってしまう部分があるかもしれませんが、はい、その通りです。今頃気づきましたか？絵を描くって結構ね、恥ずかしいことなんです。でもね、あなたの恥ずかしい部分をさらけ出せばさらけ出すほど、その絵ってね、多くの人の心に突き刺さります。私もそう思ってた、この絵好きってね、多くの人の心に突き刺さる絵になりますので、ぜひ自分の中に隠している本当の思いを外に出す練習をしてみてください。それだけで桁違いにレベルアップできるはずだと思います。はい、熱くなりすぎました。次行きましょう。次の作品はこちらの作品です。非常に可愛らしいイラストですね。髪の毛のね、この部分くるんと巻いている感じだったりとか、あとは頭頂部のこうツンツンしたシルエットとか、キャラクターに特徴が持たせられていてとてもいい感じだと思います。で、このイラストのどこを添削していくかなんですが、一言で言うとボリューム感でしょうか。このイラストですね、デザインはよく整理されていてすごくね印象的なんですが、ボリューム感があまりバランスが良くないせいで、ちょっとねこうやぼったいデザインに見えちゃっている部分がもったいないと思います。なのでこのイラストについてはあまりデザインを大きく変えることなく、ボリュームの調整だけでね印象を変化させていこうと思います。それではやっていきましょう。はい、まず第1段階目、最初に思ったのがこの変化ですね。胴がちょっと長く見えるなっていうことです。はい、なので胴を縮めて足を伸ばしました。ですね、これ勘違いしてほしくないのが、実際の人間は違います。実際の人間はですね、ここまで、当然ながら胴は短くなくて2次元の美少女特有なんですが、少なくともね今流行りの絵柄、今のバランスで言うとこのぐらい胴を短くしないと、なんか胴が長くて足短いな、やぼったいなって思われちゃいます。いやそんなに胴が長い女の子いないよ。で、特にですね女性の方はリアルな人間に照らし合わせながら考えている人多いと思うんですが、そこはですねもう切り離してください。二次元美少女は人間じゃありません。偶像、信仰対象、仏様なんです。美少女という概念を描いていると思ってください。ほら、よく考えてみてください。このね目だってこんなにクリクリで大きな目持っている人間いるわけないじゃないですか、リアルに考えたらね。でも漫画に慣れている僕らはこういうものだと受け入れちゃってますよね。
それは何なのかって言ったら、それはリアルと切り離して美少女という概念として受け入れているからです。なのでそれと同じようにですね、今多くの人に信仰されている美少女という仏様はこんなね胴が長くちゃダメなんですよ。胴が長いとあんまり信仰を集められないからです。なのでギュッと胴を縮めて足を長くしてあげましょう。そうすることで多くの人がですね、あ、美少女菩薩様って拝みやすくなるんです。で、あとですね、これも流行り廃りが激しくて今の時代はっていう前置きが必要だと思うんですが、目がですねちょっと大きすぎだったんですね。はい、なので目もですね少し比率的に小さくしております。アニメってですね、目は大きいものだっていう思い込みがあると思うんですが、思ったよりも小さかったりします。目が大きすぎるとちょっと怖い印象になりすぎたり古めかしい印象になったりすることが多いので、目の大きさは注意しましょう。はい、僕が観察していると目が大きすぎる人かなり多いです。で、次なんですが、次は後ろ髪をちょっと変化させました。はい、変更前はスーッとストレートの、これなんて言うんですか、ツインテールでしょうか。違ってたらごめんなさい。ツインテールだったんですが、これを上の方にボリュームを持ってきました。で、これなんでこうしたのかっていうと、このスカートの下に見えるリボン、これがあってですね、このリボンのひらひらが可愛らしいんですが、そのひらひらのシルエットとこのツインテールのシルエットがかぶってしまっていて、ちょっと良さを打ち消し合っている感じがしたからですね。なのでリボンのひらひらを生かすなら髪の毛のボリュームを上に持ってきて、でちょっとねこう少なくなってしまったボリュームを補うようにウェーブをかけてこういうシルエットを作っちゃおうと、そういう作戦です。あ、ちなみにですね、このイラスト背景に星が散りばめられていて、この子はですねおそらく星をイメージした女の子なのかなっていうふうに思いました。そういう意味で言うと、こういうシルエットにすることでこういう星マークっぽいイメージのシルエットを作りたかったっていう意味合いもあるんですよね。これいい感じでしょ。はい。あとですね、色使いについてのワンポイントアドバイスなんですが、こういう黄色だけとか赤だけとか全体を大きく一色だけで構成されているキャラクターって平面的になりがちなんですね。でそういう場合には髪の毛の裏になっている部分だったりとか、あとはこのリボンもそうですね、リボンの影になっている部分とか、こういう部分に逆の色、黄色に対しては紫っぽいグレーとかね、そういう逆の色を意識した色を入れてあげるといいです。はい、そうすることでこうシルエットに埋もれることなく奥行き感を持たせることができると思います。さあ、そして次は背景ですね。背景はこうしました。はい、こんな変化です。先に言っておくんですが、このね星に顔を入れたのはこれはね完全に僕の好みなので、この段階で大事なのはなんとなくエネルギーがどこから発生したのかを意識してあげることでしょうか。変更後の僕のイメージだと、この画面下のあたりから星さんたちがこう弾けてこうパーンってね上に上がっていくようなエネルギーが流れています。下からこうパーン生まれたみたいな、なんかそういうイメージですね。いや絶対にねこう添削前はダメ、添削後の方がいいっていうわけでもないんです。絶対にエネルギーの方向を考えましょうとかそういう風に言うつもりはないんですが、添削前はですねこうなんというかまんべんなく並べたイメージなんですね。この子を象徴する星を画面の空いている部分に敷き詰めましたみたいな感じがしています。単純にそういう絵ってちょっとねこう素人っぽい感じがするので、専門学校で絵を学んでいる作者さんですからもう一段階レベルを上げてちゃんと意図した画面構成をしてみてください。イメージがさらに膨らむようになると思います。で最後ですね、最後はすごく微妙な変化なんですが、少しだけ陰影を付け加えてみました。はい、この微妙な差ですね。でこれは何なのかっていうと、衣装がねこうシンプルなだけに影がねあんまり描かれていないとものすごく硬い素材に見えたり、ちょっとこう子供っぽい絵柄に見えてしまうことがあるので、微妙にでもシワとか影を入れてあげるとリアリティレベルが上がって落ち着いた印象の絵にできると思います。はい、といったところで2枚目の添削は以上となります。さて最後の作品です。こちらですね。シャチの浮き輪に捕まって海にプカプカ浮かんでいるお姉さん、涼しげですね。キャラクターとシャチの浮き輪の描写がしっかりしているのでパッと見の印象がとても良いイラストだと思います。ただ
ただですね、お姉さんが描きたかったんでしょうね。その他が適当すぎます。はい、超適当。雲もですね、こうなんかフォトショップの雲フィルターをかけたような感じの雲だし、水面もちょっとこうぼやっとしているし、あとこう手前のボール、お前邪魔って感じで、お姉さん以外適当なので、そこをもっと考えてあげましょう。そうするだけでこのイラストもっと良くなると思います。で、まず最初になんですが、これ割とお約束だと思ってください。はい、こうします。海の絵でですね、水面を画面に対して水平にまっすぐ描くのは NG です。はい、ほぼ NG。はい、この画面に対してまっすぐ水平に水面が来ている絵ですね。これ NG です。こういう絵はですね、もう 99% つまらないと思ってください。いや、もう確固たるコンセプトがあって、あえてこうしますっていう場合は、1% ぐらいあるかもしれませんが、もうほとんどはこれやっただけで見栄えしなくなります。覚えておいてください。なので、こうグワーンと水面をこう湾曲させたり、あとはこう逆でもいいです。水面を円形にねじ曲げつつ、ちょっと画面を傾けてください。これだけで動きが出ます。あとは背景全般に言えることなんですが、背景はエアブラシみたいにぼやけたブラシで、グラデーションをいっぱいかけたブラシでぼやーんと描かなきゃいけないって思い込んでいる人多いです。でもね、これもそんなことないです。むしろね、こうエアブラシでこうぼやーんってこう描いていくと、フォトショップのフィルターだけを使って描いたみたいなあり合わせの素材イラストみたいな感じの印象になってしまうので、これは注意してください。水面もね、こんな風にこうバキッと色面を割ってはっきり描いていって大丈夫です。はい、でですね、次なんですが、空もこんな風にそんなにぼやけていないブラシで描いていった方がそれっぽくなります。はい、この変化ですね。ほら、こっちの方が奥行き感出るでしょ。これはですね、思い込みもかなり大きいと思うんですが、皆さん雲は気体って思ってませんか？実際雲は気体なんですけど、ただ雲は気体っていう知識が多くの人にあるじゃないですか。で、気体ってね、こうふわーっと実体がないようなイメージがあるので、できるだけふわーっとしたボケ足のついたブラシで実体がないようにぼやーんと描かなければいけないって思い込んでいる人が多いんですが、安心してください。雲はね、もう固体です。特に夏の雲のモコモコなんて意識して見てみてくださいよ。もうがっちりと硬い、上に乗れそうな固形物に見えるじゃないですか。もう雲は固体って思っておいた方が絵を描く上では描きやすいと思うので、ついついね、雲をぼやーんと描いてしまう人は、雲は固体意識しておいてください。で、次なんですが、次はですね、人物ですね。はい、お姉さんを逆光にしちゃってもいいかなと思いました。はい、というのはですね、添削前ボールが逆光になってたじゃないですか。で、逆光気味にするとカメラに近い感じがするんですよ。でもね、考えてみてください。ボールじゃなくてこのお姉さんに近寄りたくないですか？もうね、ふふふ、顔にワカメついてるよとかってね、会話を交わしたいわけですよ。でもね、この画面じゃ一番近くにいるのがこのボールなんです。お前邪魔なんだよ。はい、なのでボールはもうさておきですね、お姉さんを逆光にして僕のできるだけ近くに来ていただいてですね、はい、でボールはもうあっちに行ってもらいましょう。僕とお姉さんの間には邪魔者が入ってほしくないんです、切実に。はい、ちなみにですね、はい、ワンポイントテクニックなんですが、こういう浮き袋のシワとかですね、ここもちょっと書き込んでいるんですが、こういう細かいシワとかをもうちょっと書き込んであげると、よりお姉さんに接近できたような感じが生まれます。覚えておいてください。はい、そして最後、細かい部分ですね。レンズフレアとか光の筋、これも最初の段階ではこうぼやっとエアブラシみたいので書いてあったんですが、はい、こんな感じでパキッと書いちゃった方が爽やかな印象が出ることがあるので、これも覚えておいてください。はい、今回の添削は以上となります。今回は3つの作品の添削でした。そしてね、今回は最後の添削は特になんですが、構図の問題も多く含まれていました。意外とですね、キャラクターそのものはうまく描けているんだけど、構図によって印象がいまいち良くならないっていう場合も多いんですね。構図って難しそうって思うかもしれませんが、いえいえ、構図はですね、単なる知識です。見栄えがしやすい構図を知っていれば、そこまでね、苦労しなくても見栄えがするイラストって描けちゃうんですよ。はい、そんな構図のことを知りたいっていう人はですね、こちらの動画、知らないとやばい、絵を簡単に魅力的にする構図5選がおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。